父よ、父。私たちは自分のグループ、他のグループ、色の違い、髪の毛の違い、体の特徴の違いで分かたれて、互いに争い合い、殺し合い、苦しみの連続を続けてきました。エデンの時にはなかったこと。エデンの頃は皆が一体で同じもの。それぞれ特徴が違うだけで、能力が違うだけで、みんなで助け合い、みんなで慈しみ合って暮らしていました。私たちはそこに戻らなければならないでしょう。そうでなければいつか滅びてしまうでしょう。戦いに次ぐ戦いは人々のストレス、苦しみのもとである。父よ、私はそれを終わらせたい。スサはそのように父に伝えた。イザはヘゼキヤと同じ思い、痛みを震えるような悲しみの中から感じ取っていた。彼は東へ旅立つ時に、そのような国を作る、そのような場所を作る、エデンのようなところを取り戻すという強い思いで旅立っていったのだ。皆が一体であり、皆がつながっている。一つのものであるという気づきは、人々を癒し、人々を真の成功に導き、真の幸せに導いていくものだと、イザはつくづくそれを知っていた。あらゆる別れを終わらせ、皆で一つの世界を作る必要が必ずある。そうイザヤとスサは心深く誓った。本日はどうもありがとうございます。お招きいただいて。はじめまして。はじめまして。会うのは初めてだよ。そうなんです。やっとお会いできました。全然初めてな感じしない。しないですね。ね、もう、はい、ずっと一緒にやってきたから。そうですね。もう3年ほど、ね、3年4年ほど映画ね、何本もやったもんね。はい。それでこうね、いろいろ僕もナレーションとかいろいろ役をやらせていただいて、その画面の向こうにマースさんが後ろに控えてらっしゃるっていう緊張感の中で僕はこのいろいろこうやっていて、まあそれは冗談なんですけれどもね、そういったいろんなそのマースさんのメッセージを僕は代弁といいますか、その作品というものに息を吹き込み
まあ本当に微力ながらと言いますかね、その作品の何かこのなんかスサをやられたですよね。はい、スサノオね。スサノオをやらせていただきました。伊沢さんの次男かさんなんかみたいな、ね。はい、そうですね。はい。やっぱりそのなんでしょうね、一つ一つの言葉というかそういうものってやっぱだからその僕なんかにしてみるとですね、そのまあ早い話、赤ん坊の頃からその精神世界に親の影響でですけれども、はい、浸っていたものからするとまあずっと生きてきまして、で小学校ぐらいの頃に戦争っていうものがあるんだよなんて教わり、でまあその当時ニューエイジというものが非常日本に入ってきたと思うんですけれども、まあ、それは僕の母方の叔父である星川淳というものと、あとまあ叔父の妹の星川まり、僕の母なんですけれども、彼らがアメリカから、彼らがというかみんなでアメリカから持ち込んできた中で核戦争があったりとか、あと原発があったりとか、オゾン層がどうとかっていうことをどんどん吹き込まれというか教わりまして、この今いよいよ、これ僕の体感ですけれども、ちょっといよいよこのどうにかしないと地球をまずいぞというふうに最近なんかこうふと思ってまして。プーチンさんのね。そうですね。ですからそのあとヨーロッパはもうボロボロですよね。アメリカもそうだけどね。はい。愛がないからね、みんな競争喧嘩争いがベースの教育を受けてきてしまいましたからね、はい、イザヤさんが望まない世界にどんどんなってますね、逆の方に行っていると言いますか、本当にそのマスターの作品を僕いろいろ読ませていただいて、やっぱりその分かたれというものがあり、そのままだと人々は本当に滅びてしまうよっていうメッセージがすごく強く込められてると思うんですけれども、いや僕は一回楽観的に思ってたんですけどね、ちょっと今やばいですね、このところやっぱり、はい、最後のあがきでしょうね、互いにね、はいはいはい、でやっぱり平和とか愛とかね、はい、一体性とか、エデンのね純粋さ、はい、これは日本が本当は持ってなきゃいけなかったものが薄いですよ、日本はね。そうですね、まだね。どうしてか。でそれをやんないと、軍人は喧嘩しか習ってないですよね、はい、僕のお父さん東京地検法務省、はい、戦いしか習ってないですよね。職業によったら愛を職業にしてるって精神世界だけじゃないですか。例えばセミナー会社とか、はい、なんかそういう瞑想会社とか、はい、なんか一体性、愛をだからその人たちがやんないと、なんか社会は政治家がやるんだ、何かそういうもんじゃないと思うんですよ。そうですね。で宗教の人たちは、やっぱり他の宗教と戦わなきゃならないでしょう、競争しなきゃいけない。だからね、難しいですよね、それをやるのは。みんな辛いと思いますよ、だって愛を習いながらさ、競争しなきゃいけないっていうのは本当に大変ですよね。だからそういう意味では僕らはそれをやんなきゃいけない、やんなくていいんだけどね。でもやんなかったら滅びちゃうんじゃない？そうですね。やっぱり誰かがですね、やっぱ気づいたものからっていうふうにも思いますし、いやだって本当に滅びますよ、このままだと。やっぱりそう？もうだからそのマーさんおっしゃった最後のあがきだと思ってます、どちらがやっぱりヨーロッパがね心配ですよ、ヨーロッパの人たちって支配する人たち、植民地に長年してきた人たちがプーチンさんに追い詰められてるでしょ。だから、最後の暴れっていうかあがきっていうか支配者になりたいっていうね、
はい、まあ、今日はその辺のことをね、はい、支配者になりたいっていう考え方をね、2人で話せたらいいなと思っているんですよ。はい、それは子供はみんな純粋にみんなと共にこう遊んでるじゃないですか。はい、それがある時点で自分が偉いんだ、すごいんだ、なんとかなんだ、君より上だとか、競争を習うでしょ、はい、学校で。そうですね。それが大きな世界の問題になっていくと思うんですよ。なんでそんなこと言うかというとね、はい、イザヤさんがそう言ってるんですよ。はい、でイザヤさんは偉い人になっちゃダメだって、偉いものは捨てなさいと、すごいものになるのやめなさいと、勝つ人になるのやめなさいと、はい、偉い人になるのやめろ、強い人になるのやめろって言ってるんですよ。はい、だからご自分はあの当時のリーダーではあっても天皇にはなってないんですよ。ね、はい、で息子たちや継いでいく者には、要は民を救うためにはリーダーである必要がある、民を守るためにはね、はいはい、でもそれ以外のリーダーになっちゃダメだって言ってるんですよ、ちゃんと。はい、ね、でなんでそんな昔のことが分かるんだっていう人いるんだけどね、僕の寺はね、はい、僕の一族の寺はね、はい、なんて言ったらいいのかな、まあ空海が開いた寺なんですよ。はい、淡路島のね。で、まあ、いろんなもの出てきてるんですよね。はい、空海の書面的なものやね。はい、そう大体1300年前。古いですね。で空海がね、ユダヤ人であったこととかね、あとね、そういうの興味ある？大好きです。はい、空海がユダヤ人のまあ辺やっぱり京都のね渦政とか、はい、辺の人たちはイエスの弟子でね、でだからそうなのよ。はい。まあ、信じなくていいのよ。いえいえ、空海はね、はい、まあそれ映画にはなってるから演じてはいるのよ。はい。日本人はもうほとんどユダヤ人なのよ。はい。それは知ってるでしょ。よくわかります。はい。で、まあそんな中で、今ね、それをオープンにならなきゃいけない時代が来たんですよ。はい。じゃないと核戦争で終わるでしょ。終わります。だって今ユダヤだと言ってる人たちは、殺し合う価値観を持ってしまった人たちが多いんですよ。だからどうしてもね、目覚めないといけない。はい。本当のユダヤ人っていうのはね、はい、日本人なんですよ。じゃあ日本人って何って言ったら、古代の日本人って言ったら縄文人ですよ。はい。ね。はい。だからまあ和を持って生きる人々なんですよ。はい。でそれが今重要なんですよ。それ日本にどれぐらいいますか、それを広げていく力のある人。増やしていかないといけないですよね。ほとんどいないでしょ。いないかもしれません。だからね、はい、一世君選ばれたんですよ。お父さんとも相談してね、一世君しかいないよね。いる？芸能界にいる？本当の精神世界、子供の時から精神世界、子供の時から一体、子供の時からエデン、子供の時から愛、はい、子供の時から仲良くすることしか知らない子供っている？僕はそうだったんだよ。はい。親父がね、はい、
そういうなんていうの仏教っていうの、空海の、寺田の一族だからね、まあ親父は検察でありながら愛の人でね、素敵ですね。もう囚人をね、愛しみ愛して治そうとするっていうお父さんだった。だからお父さんが言ってたのは、要は一体を習う、子供にね、で他との競争がない、競争は嘘だ、競争はいらない、みんな一体物だ、ね、そういうお父さんだったっていうことと、やっぱりイエスのね、ダルマって知ってる？わかります、ね、あれイエスの弟子。そうだったんですね。仏教ってイエスなんだよね。いいんだよ信じなくて。いや面白いなと思って今、仏教っていやイエスは仏教徒なんだ。イエスがいなくなったでしょ。イエスがいなくなったじゃない。子供の時に。あれでね、チベット行ってね、仏教徒になってね、イッサって言うんだけどね。だからインターネットでイッサって弾けばね、出てくる。出るんですね。イッサ、一世ね、一世よ、イエスよ。それで学んで、エルサレムに行ったんだよ、29歳。だからダルマっていうのは、イエスの弟子、ダルマ和尚だから前提、イエスなんだよ。いや仏教も入ってるよ、当然仏教徒なんだから、でも禅を作ったのは、イエスの弟子。僕のお黒型の寺は新潟の禅寺なんですよ。それはまあだから仏教徒って言ってもうこれ渦政のような、なるほど、イエスの弟子なんですよ。だから日本人の宗教って、空海の、一緒なんですよ。空海は、結局ユダヤ人だから。なるほどですね。イエスより古いだけで。そうか、古いんですよね。そうか。イエスより古いんですよ。だから、日本に、そういうイエスが死んだ後、日本にどんどんみんなやってきた、イエスも含めてみんなやってきた人たちは、みんな仏教徒なんですよ。でそれで、まあ僕のところは真言宗ですけどね、寺がね、真言宗ってことはキリスト教徒ってことなんです。いやそうだね、世界の宗教一緒の一個なんです。それは僕も常々人に言ったりとかパートナーに言ったり、要はだからその最終的に至るところというのは愛であると。でね、あんまりね、そういう機能的なことを言うと、喧嘩になるからね、僕は言わないんですよ。今日は今言ってるけどね、みんな仏教徒と一緒、みんなイエスと一緒、悟った人の、ブッダの弟子なんですよ。だからみんな一体で、愛で、ね、互いに、同じ、で宗派で分かれていくじゃない、喧嘩するために。なんとか宗派なんていらないんですよ。何ですかあれは。でね、宗派はいらないしね、みんなね互いを愛し、サポートしていくっていうのが本来の宗教性なんですよ。ところが競争するでしょ。それでみんな迷って各宗教ダメになっちゃうんですよ。教えがダメっていうよりもね、そのリーダーはみんな喧嘩しただってるからね、子供の時から。競争喧嘩、良くなる、偉くなる、すごくなる、上に立つ、
権力みたいな、権力、そう、それがなくならないと滅びますね。マースさんどう思いますかって聞いてくれると嬉しいけどね。はい、どう思われますか？いや、滅びると思いますよ。一体をならなければ人はダメになり、仕事もダメになり、みんなダメになり、だってあれじゃない、一星君もちょっと前まで頭おかしくなってたじゃないですか。そうですね。髪の毛、髪の毛も含めていろいろな意味でこう、あれ多分あの時って分離してたでしょ。完全に競争してたじゃん。そうですね。だからそのお父さんそれ心配してたんだよ。なんだ、はい。だってね、星なんとかさんに育てられてるのに、なんで競争してるのか分かんないじゃない。でもみんなしてんだよ、競争。人類はみんな競争、喧嘩、争い、上下、自分のが偉いんだ、上なんだ、ね、馬でもさ、競馬でもさ、自分の馬が一番偉いんだって、ね、一星君のマネージャーさんも一星が一番偉いんだと思ってるかもよ。分からないですけどね、一番偉くしたいよね。でもしなくていいからね。それが僕すごくもうね、お父さんに愛されてね、十分、十分だよな。はい、もう十分。家族の愛っていうのは本当に子供のもうね、偉くなんなくていいからね。全然そんなこと思ってない。出世しなくてもいいし、何も思ってない。大俳優になる必要ないし、思ってないです。すごいものになる必要もない。そしたらね、絶対すごいものになる。だからすごいというのか、なりたいものはとにかく地球を愛と光で包みたいだけです。でしょ？はい、それだけです。そう、じゃなきゃ僕のとこ来ないよね。本当に、はい、はい。立派な息子さんになったよ。ありがとうございます。まだまだですけれど。だから本当に石田さんも立派だけど、もっとね、表に出てほしいよね。石田さんやっぱり恐れてるよね。向こう側からなんか口止めされちゃうのね。されてきましたからね、いろんな手伝い、いろんなことあったから。僕もあったけどね。いや本当にそう。だけどね、大事なことはね、競争世界を終わらせることだよ。じゃないとね、みんなね、安心して暮らせないよ。学校行ったらいじめないのもん。競争させられたいね。なんで争いがあるんでしょうね。そう習ったから。元はね、エデンだから。そうですよね。聖書にちゃんと書いてあるの。聖書って日本が作ったんだよ。またびっくりしたでしょ。ドキンってしましたよ。聖書っていうのは日本人が作ったんだよ。徳島の人。徳島、淡路とか、徳島じゃない。淡路は徳島じゃないけど、徳島の人、エリアさんっていうね。イザヤさんより前に来たイザヤさんの先輩がね、のグループが作ったの。で、それはどこからできてるかっていうと、縄文のところからできてる。要は争わない人々。お祭り好きな。だから争わないようにできてんだよ。エデンはね。エデンは、だからエデンってそういうことなのよ。存在が縄文なのよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんかいつも思ってることを全部言葉にしてくださるから嬉しいです。そうですね。僕ら同じルーツだから。エデンはさ、ね、だから和尚が日本を好きなのもね、跡継ぎを日本人にしたのもね、もう分かってるもん。日本がね、は縄文だから、愛なのよ。それで作ったルールとか、そういうのがあるわけ。それが例えばね、うちのまたお父さんの話になっちゃうけど、日本ではね、悪いことをした仲間をねやっつけないのよ。育てんの。若者が悪いことするじゃない、縄文時代に。ね、そういう時にやっつけないで育てんの。育てる。愛へ導く。でうちのお父さんは法務省
の後に、はい、本務総合研究所でそれを学んでね、それで仏教徒であったこともそうなんだろうけど、はい、何かをしようかって言った時に囚人の回帰の仕事だからね、囚人をやっつけるための仕事じゃないんですよ、囚人の人が元に戻れるように、仲間に戻れるように、愛に戻れるように、一体に戻れるように教える仕事、それ死刑囚もだよ。死刑囚の方も愛へ戻れるように、うちの親父は尽力してた。それが日本の文化なのよ。今でも根付いてるわけですもんね。だから地位や名誉は捨てなきゃいけないわけ。もう民のね、だから一世君が大俳優になろうがね、僕がね大経営者になろうがね、そんなのダメなんだよ。やめないと、民のためだけ、民のためだけはやっていいんだよ。民を愛する、民が幸せになる、そのためだけ、ね、だから仁徳天皇みたいなもんだよ。民のためだけにはやっていい、天皇やっていい、民のためだけだよ、それがやっちゃダメなんだよ、って思っちゃうぐらい、イザヤさんを継いでるみんな、日本の国は、イザヤさんの子孫だから、偉くなっちゃダメなんだよ、強くなっちゃダメなの、勝っちゃダメなの、人を見下しちゃダメなの、絶対ダメです。それが映画になってんだよ。それいっぱい出てるよね。そうですね。そういうセリフをたくさん。だから好きなんですね。そうです。本当にその形となって、はっきりと。ありがとう。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。そういう役者さんは君しかいないよ。存じています。偉くなりたくない役者さん、スターになりたくない役者さんなんていないんだよ。スターになりたくない、偉くなりたくない、上場したくない企業の社長なんて僕しかいないんだよ。そんなもの何の価値があるんだって、イザヤさんに怒られるよ。うちの親父にも怒られるけど、イザヤさんは偉くなっちゃダメ、すごくなっちゃダメ、民のために尽くすだけ、自分の力が、それを権力と呼ぶ人もいるのかもしれないけど、自分の力が助けられるなら民を、それしか使わないんです。そうですね。そこにしか使ってはいけないんですよね。だから本当にそう。だから、イザヤさんの子孫であるキリスト教の人たちがね、互いに争ってどっちが偉いんだなんてもう馬鹿げてんだよ。本当にそう思います。偉くなっちゃダメなんだよ。すごくなっちゃダメ、勝っちゃダメ、勝たせないと、すごくさせてあげたり、立派な人に育て上げるのが、イザヤさんの役目なの、僕らの役目、それを継いだ僕らの役目なんだよね。そうですね。そういう人いっぱい作らないと。何？いや、もう本当に例えば、今考えていたのは、僕は演劇というものをやらせていただいているわけですけど、やっぱ僕がその演劇の中で一番考えていることっていうのは、相手役をどれだけ光らせるかっていうことなんです。自分が光っちゃダメなんです。自分が例えば自分は舞台に出て、うわかっこいい、こういう芝居してこういう芝居して言われて、袖に下がった時に、よっしゃ俺かっこいい芝居したっていう芝居は大失敗で、下がってきた時に、あれなんかよくわからないけど、何したかあんま覚えてないけど、マスさんすごくいい表情してたなとだけ覚えてれば大成功ですっていう哲学といいますか、そういうものを持っていて、すごく似てるんだなって、それが大事だよ。それがもう大事だよ。だからそれが日本の魂だから、ね、和です。縄文の時からもそうで、もっと古代からね、日本はね、その今言ったこと、人を大切にする、人を磨く、人を思いやる、で人を助ける、それがリーダーだから、今のリーダーはみんなそれを習ってないから、子供の時競争とか喧嘩とか習うから、どうしていいかもう分かんなくなっちゃってるのよ、世界中が、支配すればいいのか、勝てばいいのか、偉くなればいいのか。確かに
そうですね。それが理由だからね。なんで世界が闇になって滅びるのか、それで滅びるんだから、イザヤさんはだからそれはダメだ、滅びちゃうから、だから勝とうとする人、偉くなろうとする人、すごくなろう、負けないぞっていう人はみんなダメになっちゃうんだって、それがここを掘れワンワンとかさ、そういう昔話になってる。それはダメだ。それは習っちゃダメなんだ、学校の先生すらそれを習っちゃってるんです。そうですね。学校の先生は勝たないこと、偉くならないこと、尽くすこと、みんなそれを習わなきゃいけないんだ。本来は、愛すること。そこで僕ら共通してるから、僕は一星君にいっぱいやってもらったんだ。ありがとうございます。だって他の人できないからさ、自分でやるのはできるよ、で僕しかいない中で役者みたいなことできて、今言ったことを一体を出せるのは、まあマースかね、一星君か。いや、まあ自分はまだまだですけども、まあでもいよいよとこうベールを脱がなければいけないというか、本当にそうだよ。今回3年やったことでそうですね、なってきたよ。もう完全に吹っ切れましたね。もうそれでもう絶対背伸びしちゃダメだよ。でも絶対勝とうと、人が笑おうがけなそうが何しようが、絶対に底辺にいる。それが大和心。出世したり立派な人だ偉い人だって言われたくない、それがイザヤさんの思いだから。そしたら平和が来る、そういう人たちの世界がエデンだ、そうなる必要がない人たちがエデンである、素敵です。ね。まあ和です。本当にお父さんにもそういうふうに伝えてます。ありがとうございます。一星君もお父さんにも伝えて、そういう親子が日本を引っ張っていく、そういうやっぱりスターっていうのはさ、みんなの見本ってことだから、星を見上げるじゃん、みんなの見本。見上げた星が喧嘩してたらダメだよ、良くなろうとしたりすごくなろうとしたり、勝たない、良くならない、みんな勝たせる、そういう日本にしてくださいね。かしこまりました。僕いつまで生きれるか分かんないけど、でも本当に頑張って託します。ありがとうございます、しっかり託されました。まあ今日はそういうことでいいでしょうか一番言いたいことを一星君と語りたかったことを彼に伝えたかった。ありがとうございます、だってそんなにたくさんそういう人材いないからでしょ、だからそういうふうに日本を世界の人に勝つな偉くなるなすごくなるな、俺は日本の俳優だ、日本のね大俳優だ。なんで大俳優か知ってるか。勝たないからだ、偉くならないからだ、すごくならないからだ、強くならないからだ、なる必要ないからだ、えばいたくない、勝ちたくない、支配したくない、そう言ってほしいんですよ。お父さんにも言ってる。ああいう大俳優がやっぱりそう言ったらね影響するよ。それで平和な世界を作ってほしい。じゃないと滅びちゃうよ人類は、ね。まあそんなことで今日僕ばっかり喋っちゃベラベラ喋っちゃったけど、いろいろありがとうございます。ごめんなさいね。とてもまあそういうことでいい時間でした。ありがとうございます。ありがとうございました。これ世界に行くからね。80億人とか行っちゃうからね。70億人とか60億人。そういう若者が日本に、まあもう若くないけど日本にいるんだって、そういう風になるよ。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。